多くの人は正しいことはちゃんとやっています。真面目に働いて、無駄遣いを抑えて、ちゃんと本を読んだり、自己啓発の動画を見て学んでいる。この動画を開いてくれたあなたも、真面目に、さらに自分の理解を深めたい人だと思います。しかし、成長している実感はあるけど、思ったようにお金や自由が増えていかない。そんな人も少なくないと思います。僕もそうでした。これ、なぜかというと、ルールは守っているけど、結果を決めている法則に沿っていないからなんです。でも、安心してください。今日は人生を変える経済力をつけれる思考になるためのお話をします。どうも、旅する起業家のルキです。今回は海外で100万回再生されていて、数千億円の事業を成長させて売却しているアメリカの実業家のシャランスリ・バッツァーさんの動画をもとに富を生み出すチート思考を7つあなたに解説していきます。今の人生をさらに良くしたい人、所得を上げたい人向けの行動につながる動画になります。見終わった頃には、よし、動くかとなっているかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。多くの人が見落としているルールと法則の違い。まずシャランさんは、ルールと法則の違いの話をしています。多くの人は、社会の一般常識だったり、正解とされているルールを無意識に守っています。例えば、真面目に週5働くとか、コツコツ貯金するとか、定年まで働くとか、家族を持って家や車をローンで買うことだったり。これって全部、多くの人がこうすればいいと思っている社会的な人生のルールなんです。みんながしているので、疑わずに実行しやすい構造になっています。一方で法則はこれをやるとこうなるという結果を決めている仕組みのことです。例えば、ただ貯金するよりも長期で複利で運用した方が資産を増えやすいとか、考えるよりもまず動いた方が成果が出やすいとか、これは社会から提示されているルールではなくて結果に影響する法則です。つまり多くの人はルールは真面目に守っているけど、法則を知らなかったり活用してない。一方で時間やお金を手に入れている人は、このルールを守ることよりも法則に沿って行動している。この差がもともと同じポテンシャルだった人でも全く違う結果を作るとシャランさんは話しています。では次に具体的にどういう思考を身につけてどういうアクションをすればいいのかが気になりますよね。ここからは今日の本題であるチート思考を見ていきましょう。富を生み出すチート思考7選。思考その1、チャンスは速さ、成果は時間が作る。シャランさんは言います。多くの人はちゃんと準備してから動こうとする。考えて、調べて、できるだけリスクを減らしてから動く。そして考えて調べるまではやるけど、時間が経過し、結局やらない人もいますよね。でも実際は逆で、チャンスは止まって考えている人じゃなくて、すぐ動いて考えていく人に微笑みます。いいなと思った情報、やってみたいと思ったこと、その場で動いた人と、後でやろうと思った人では、数ヶ月後には大きな差がついてます。ただし、ここで大事なポイントで、早く動いたからといって、すぐに成果が出るわけではないということです。チャンスは速さで掴む。でも成果は時間をかけた人だけが得られる。すぐ動くことと続けること。この2つを抑えることです。まず動くことまではできても、短期で成果が出ずにダメだったなと諦めて、他のチャンスを探しに行く人もいるんですけど、成果は時間がかかることを理解して続けることも大事なんです。この法則は、この YouTube チャンネルでもそうだったんですけど、僕の1投個目の動画を最近見返してみたら、音量もちゃんと確認してなくて小さいし、台本なしで自由に話してるし、映像も雑で、今見たら最近の動画よりも明らかにクオリティが低いんですよね。それも僕がまず速さを重視して始めたからなんですよね。やる前にずっと考えて動かないよりも、ある程度の情報だけ把握してまず投稿していくこと、そして続けることを意識しました。早めにまずは投稿はしていくけど、その間にデータを見て何がダメなのかを分析する。台本構成やテーマや映像などを改善していく。このサイクルを繰り返していくうちに、スタートから7ヶ月で動画のクオリティの差が出ていて、この差ってのは動いた先での収穫なんですよね。で、最初は10再生もされなかったし、5ヶ月間は全然登録者も増えなかったんですけど、続けていくうちに、この2ヶ月くらいで急に増えました。完璧じゃないけど、まず始めて継続していけば、地道な成長をしていきます。その結果、自分のスキルも上がるし、成果も出始めたんです。YouTube は分かりやすく、この、まず始めること、そして続けることの法則が効く領域です。あなたにとって、まず始めて、続けていった先に、自分の人生を豊かにしてくれるものは何か、ぜひ考えてみてください。思考その2、選ばれる側ではなく、選ぶ側に回る。シャランさんは言います。多くの人は会社に選ばれる。お客さんに選ばれる。誰かに評価される。選ばれる側でずっと生きていると。もちろんそれ自体は悪くないんですが、構造として選ばれる側にいる限り、主導権が自分の時間は短くなりやすい。給料も働き方も
働く場所も時間も休日も評価も全て誰かに決められる。一方で選ぶ側に回ると関わる相手も仕事も時間の使い方も住む場所も自分である程度決められるようになります。ここで重要なのはいきなり起業するとか大きく変えるというのはハードルが高いので、日常の中でも自分で選んで動く回数を増やすことです。この積み重ねで少しずつ選ぶ側のポジションに近づいていきます。これを手っ取り早く無理なくできる方法がこのチャンネルでも一押しの一人旅行です。一人旅行はどこに行くか、どの期間で行くか、どう回るか、何を食べるかなど全部自分で決めれます。実は単なる趣味のように見えて人生の主導権を取り戻す行為なんです。誰かが選んだ人生をただ送るのではなく自ら選ぶ。自分らしい人生を生きれる時間を意図的に増やしましょう。思考その3、レバレッジイコール人生の拡張装置。レバレッジっていうと、借金とか先物取引とか難しい話に聞こえるかもしれませんが、シンプルに言うと、自分以上の結果を出す仕組みのことです。いわゆるテコの原理です。例えば、自分一人で働くと、出せる成果も時間にも限界がありますよね。でも、SNS や動画を使えば、一つの発信が何千人、何万人に届く可能性がある。仕組みを作って、誰かを雇って働いてもらえたら、自分が他のことをやっている間にも収益を生み出してくれる。これもレバレッジです。他にも人と組んだり、人のビジネスに投資したり、今なら AI ツールを使ったりと、自分の時間や労力を拡張することで、同じ1時間でも結果が何倍にも変わります。多くの人は自分の時間を対価に給料をもらうスタイルのままですが、経済力をつける人はこのレバレッジを使って自分一人以上の効果を出しているとシャランさんは言います。なので大事なのは、ただ真面目に働くのもいいけど、どうすれば1の力を10にできるかを考えることです。僕、このレバレッジの法則を実行してやってるんですけど、僕がやってるのは飲食店のオーナーとこの YouTube です。飲食に関しては、最初は1年ほど僕の労働力も使って現場に入り、オペレーションの見直しや人材教育、ブランド作りに時間を費やしました。で、今はそこまで時間をかけずにリモートで経営していて、従業員を雇って現場が仕組み化して収益を生み出しています。この YouTube も動画を作るまでは大変ですが、一度作った動画は僕が寝てる間も働いてくれて情報を多くの人に届けてくれます。重要なのは一度時間をかけるとその後も収益をもたらしてくれるもの。これを資産性があるものの構築と僕は考えています。もしあなたがお金も人を動かすスキルもそこまで自信ないけど、このレバレッジを活用したい場合は YouTube などのデジタル不動産になれるコンテンツ発信はおすすめです。初期コストがいらなくて、リスクも最小なのに可能性がここまであるものはそう多くありません。自分次第ですが、うまくいけば半年以内で収益化して月10万円以上の収益は夢じゃないと思います。しかし短期で成果を出すのはなかなか難しいので、チート思考1で説明した早く始めて続けていくことが大事です。ただし YouTube は僕も挑戦してみて分かったんですが、ブランディング、分析、仮説、検証、改善、継続と様々な能力を駆使しないといけないし、短期で成果は出にくいので、心が折れる人は多いとは思います。起業したり、動画発信はハードル高いし、自信がない人はスキルをつけて所得を上げるか、今の無駄遣いを抑えて投資にできるだけ回して、その投資商品が富を生み出してくれる作戦がいいかもしれません。思考その4、生活のための行動と自由のための行動は違う。シャランさんは、多くの人は生活のための行動で一日が終わっていると言います。仕事をしてお金を稼いで生活を維持する。休日は出かけるか家でのんびり。これはもちろん大事です。ただ、ここだけで一日を終えているとずっと働く必要がある状態が続きます。なぜかというと、生活のための行動は現状を維持するためのものだからです。一方で、経済力を高めて人生を変えていくのは自由のための行動です。例えば、新しいスキルを学んで所得を上げる。資産になり得る発信を始める。本業とは別の収益を作る副業や小さな挑戦をしてみる。こういう行動は今すぐお金にはならないかもしれない。でも未来の選択肢や収入を増やす自由のための行動なんです。なので大事なのは、生活のための行動だけして満足せずに、一日の中に少しでもいいので未来を変える行動を入れること。この積み重ねが数ヶ月後、数年後に大きな差になります。僕の例で当てはめてみると、自分がオーナーの飲食店で1年間労働力を提供したのは自由のための行動です。仮に僕が誰かがオーナーの飲食店で働いていたら、その時は給料はもらえるけど、現場に入らなくなったらもちろんもらえません。これは生活のための行動です。自分のビジネスを作るということは、自分の未来の収益と時間を確保することでもあります。思考その後、人生は非対称な挑戦で変わる。
これめちゃシンプルで、失敗してもそこまで痛くないけど大きくなる可能性のあることだけやるってことです。例えば、いきなり会社を辞めて起業するのはリスクが大きすぎるし、これは非対称じゃないですよね。僕みたいに勢いで1000万以上かけて飲食の実店舗をやるのもリスク高いのでおすすめはできません。でも会社を続けながら副業を始めるなら、失敗しても失うのは時間と労力と少しのお金だけで済みます。もしうまくいけば収入も選択肢も一気に増える可能性があるし、そうなると本業の労働時間を減らしたり、ゆくゆくは本業自体をやめることもできるかもしれません。これが非対称の法則です。新しいことをやるときは、これ失敗しても別に困らないかと一回考えてみる。困らないならやってみる。これだけです。ここでポイントなんですけど、今挑戦につながっていない時間を置き換えること。例えばゲームをしたり、ドラマを見たり、ゴロゴロしてるその時間をリスクが低く、今後の可能性を広げる時間に当ててみてください。思考その6、一発勝負は人生を壊す。シャランさんは強く警告しています。全部をかける博打的な選択は基本やらないこと。例えば、売上の見込みも立ってなくて、資金も十分にない状態で、いきなり会社を辞めて起業する。全財産を一つの投資商品に入れる。短期で儲かると謳う情報商材に貯金を入れる。ギャンブルで一攫千金を狙う。こういう一発勝負は当たれば大きいけど、外した時のダメージが大きすぎて、再起にかなりの時間がかかります。中にはイーロン・マスクのように全財産をつぎ込んでギリギリのところでスペース X のロケット打ち上げが成功して起死回生できた例もありますが、それはほんの一握りです。なので大事なのは、負けても復活できる状態を残すこと。具体的にできることで言うと、収入源を一つに依存しない。投資先は分ける。挑戦も小さく始める。こうすることで失敗しても次に挑戦できる状態をキープできます。実は成功している人って一発当てているように見えて、裏ではずっと負けない設計をしているんです。大きくかけて一発勝負をせずに、小さい失敗はたくさんするけど、何回でも挑戦できる状態を作っています。思考その7、理解している領域に集中する。多くの人は稼げそうとか流行ってるとかで自分がよくわかっていない分野に手を出してしまいます。でもそれだと判断も遅くなるし、ミスもしやすい。ブームが去ると資金も人も一気に抜けていきます。結果的に時間もお金も無駄にしてしまいます。一方で経済力を作っていく人は自分が理解している領域で戦っています。なぜかというと、理解している領域だと判断が良くなるし、早くもなるし、どこがチャンスかも見えるからです。でも自分がその領域を分かっていないと、何が正解で何が間違いなのかの見極めが難しいです。なので大事なのは、新しいことに手を出す前に自分が理解している領域を伸ばすこと。そしてその中でレバレッジをかけていく。これが一番再現性が高い勝ち方です。この法則は、能力の輪という概念で、世界一の投資家のウォーレン・バフェットが提唱していて、自分が深く理解し、得意とする分野に集中すべきという投資経営哲学なんです。で、ここ注意点で、僕の主観なんですけど、今の自分の理解できる領域に絞ると、人によるかもしれませんが、可能性が逆に狭まるリスクもあります。例えば、スポーツ選手だったら、スポーツの領域のみでしか戦えないのかとか、飲食の人なら飲食のみで戦うのかとか、自分の理解できる範囲内で戦う方が勝ちやすい法則は活用する。ただし、理解する領域を学びで拡張する。さっきの話で言うと、スポーツ選手の人が新たな分野の情報を勉強したり、スクールに入ったりして理解を深めれたら、スポーツ以外の挑戦をしてもいいと思います。新しい領域だとしても、理解を深めれたら勝負してみる。気をつけるのは、未知の戦場に武器も持たずに飛び込まないことが自分の身を守ることでもあると僕は考えます。今日からできる一歩。今日の7つのチート思考をもとに、もう一度今日からできる一歩をおさらいします。早く始めて続けていった先に自分を豊かにできることは何かを考えて始める。日常の中に自分で選ぶ時間を増やして主導権を取り戻す。一人旅行がおすすめ。自分の1の力を10にできる動きは何かを考える。生活のための行動で満足せずに自由のための行動を小さく始める。リスク少なめで可能性がある行動は何かを考えて小さく始める。一発勝負の思考は捨てて長期的に勝つ。理解できる領域を広げつつ、理解できる範囲で確実に勝つ。以上です。この行動を一つでもいいので小さく始めてみてください。最後に少しだけ僕の話をします。僕も20代の後半はルールに従って生きてました。週5で朝の9時から夕方18時まで会社で働いて業務をこなして休日は遊んでと他の同僚と同じように生活を送ってました。でもある時、その毎日に違和感を感じて、この毎日の延長線には変わらない人生が待っているという焦りが出てきました。そこから少しずつ勉強を始めて理解できる領域を増やして、一般的なルールに従うんじゃなく、成功している人たちが
守っている法則を意識するようになってきました。これ実験に例えると A と B を組み合わせると C が生まれるとします。C は成功者たちが生み出している結果のことで、その C を生み出すためには A と B が必要ですよね。この A と B が今日の7つのチート思考。そんな感覚です。この法則に気づいて、旅にも出て、チャンスを見つけて、起業してみて、海外移住をしてみたりと、一般的なルールとははみ出る動きをしていきました。その結果、会社員時代には絶対にできなかった今の生活を実現できているので、身に染めてこの法則の大事さを実感しています。もちろん変わらない安定した人生が好きな人もいるし、そういう人生を選んできた人もいます。それ自体は全く悪いことじゃないと思っています。人生の正解はその人自身が決めるものだし、人によってその正解は全然変わるものです。でももし今よりも経済力を増やしたいとか、自由な時間を増やしたい、自分の可能性を広げたいとあなたが少しでも思っているなら、今日の動画で話した思考を一つでもいいので自分の中に取り入れて行動に移してみてください。その小さな勇気がこれまでとは違う人生に少しずつ変わっていくと思います。ぜひ皆さんの悩みや意気込み、感想などあればコメントで教えてください。僕自身もいつまでも挑戦できる、自分らしく生きる人生を大切にしているので、同じように共感できる人が集まってくれると嬉しく思います。共にさらにいい人生にしていきましょう。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。